た数日だったけど、なんかめちゃくちゃ長旅をした気分ですね。そういえば私のホテルの部屋どうなっているんでしょうか。私いきなり招集されたので、御前試合の観戦のために借りた部屋に荷物が置きっぱなしになっているんです。それはでも平城学館の人が回収していると思うわ。最悪でもホテルが保管してるんじゃないかしら。そうですよね。恥ずかしいもの見られてないといいな。そうそう、それで結局伊豆で赤羽島が引き上げられたっていう話はガセネタだったってことでいいんだよね。青戸館の幼児さん、どこから仕入れた情報を私たちに教えてくれたんだろう。そうね。でもあまりあの人を責めちゃうのもどうかしら。情報はあくまで情報だもの。ほら、おかげで江藤さんたちと再会できたわけでしょ。そうだね。無事に逃げられたかな、十条さんとかのみ。無事だといいけど。でもむしろ私たちにとっての問題は、目下のところ親衛隊がノロを操っていたことについてね。ミルヤさんは見逃された以上もう関わるべきじゃないって言うけれど、ずっと黙っているわけにもいかないし、正直めちゃくちゃ混乱してる。だってあれってさ、もう閉じのすることじゃないよね。ノロを自分に注射してノロの力を使うなんて、あんなの正義じゃない。怖いです。何が起きてるのかわからなくて、私たちのしていることは本当に正しいんでしょうか。自信がなくなってしまいます。あれ、小吹さんどこ行くの？研究と、私が所属してる研究室に顔出すんだよ。安心しなって、別にお前らのことチクったりしないっての。おい、なんでてめえらがここにいるんだ。いや、なんとなく気になったから。朝倉さんがついていこうって言ったから。年長組2人はなんか別に用事があるってさ。いや、それは聞いてねえよ。まあ七の里さんのお友達ということなら、朝倉さんにむすみさんですか。第16研究班へようこそ。模擬戦闘オペレーターの伴つぐみです。私たちの班は成果処理を担当しています。主にですが、他の班の研究成果を実地で確認する係ですね。成果処理ですか？要は実験で使われた荒玉の処分をしてんだっての。掃除屋ってこった。ずっとですか？楽しいぜ。好きなだけ愛しの荒玉ちゃんをぶっ潰していいってんだ。なあつぐみ、せっかく来たんだから少しやらせろっての。まあまあ、せかさないでください。そもそも顔を出しに来たって言いますけど、本当は暇だからこれをしに来ただけですよね。当たり前だっての。いいからさっさと荒玉の用意しろっての。よえ、なんだこりゃ。こんなのしかいないのかよ。まあまあ、そう怒らないで。残念ながら今は七の里さんが喜ぶような荒玉はいないんです。七の里さんが留守の数日間、ふらりと現れては処理をしていく方がいて。あ？誰だそいつ。てめえか。しゃ
受け止められるなんて思わなかったな。せっかくの不意打ちだったのにつまんないよ。ここの荒玉も弱くて暇つぶしにもならないし。やっぱりそんなこったろうと思ったぜ。てめえ人様のおもちゃに何してくれてんだっての。どういうこと？この子誰？つば九郎ゆめ、局長様の親衛隊、四天王の残り一人だよ。このちっちゃい子が親衛隊ですか？なんですか？私に何か。ゆめ、てめえさっきも私じゃなくて清子のやつを狙っただろ。私ですか？バレちゃった？だってこのお姉さん平城のむすみ清香だよね。聞いたよ、強いって。マキお姉さんたち相手に一人で戦ったんでしょ？ああ、そういうことかよ。だったらお前らで好きにやってろ。小吹さん、待って、ゆめさん。親衛隊はもう私たちに手は出さないって。それに私たちあのこともまだ誰にも。関係ないよ、そんなの。だって私はそのお姉さんと戦いたいだけだもん。いや、だからそんなのダメだって。いくら親衛隊でもそんなことさせるわけには。あ、そう。じゃあお姉さんたちさ、みんなで遊んでよ。私が相手してあげる。千鳥のお姉さんほどじゃないけど、やっぱり強いんだね。決めた。何をですか？もう少し楽しませてくれるよね、お姉さん。だからね、弱い人たち邪魔だから抱いてる。どかないよ。二人とも邪魔だって言ってるのに、おとなしくお休みしててよね。そんなことはさせません。そうです。荒玉を解放すれば。シャッターオープン。七の里さん、お友達を連れて今のうちに逃げてください。はあ？何やってんだバカかてめえ。そんなことしてねえでさっさと人を呼びに行けばいいだけだろうが。あ、そういえばそうでした。思わずテンパってしまって。小吹さん、こうなったら荒玉を蹴散らしてからバンさんと一緒に逃げるよ。とにかく被害が広がらないようにしないと。当たり前だ。楽しいおもちゃを目の前にして退散できるわけねえだろうが。さあ狩りの時間だ。愛してるぜ私の荒玉ちゃんたち。いや、そうじゃなくて。ああ、もうどうしてこうなるのさ。朝倉さん、荒玉の退治あらかた終わりました。残りも数匹だけです。分かったよ、清香。バンさん、こっち早く。あ、はい。七の外さんもこちらへ。はあ？まだ終わってねえだろうが。いいですから一緒に逃げてください。すっごく楽しめそうだったのに。邪魔。嘘。その子 A プラスなのに一瞬で。親衛隊ってそこまで強いの？ダメだよ、逃がすわけないでしょ。見ててよ、私の方が強いって教えてあげるから。
逃げられたでしょうか？それは大丈夫だと思うよ。親衛隊のつば九郎さんが狙ってるのは清香みたいだし、間違いなくこっちを追ってくるはずだから。どうしてなんでしょうか？私何もしてないのに。同族嫌悪ってやつじゃねえの？お前ら二人とも神童なんて言われてたんだろ？そんなの昔の話です。でもさ、これだけ騒ぎが大きくなれば高津学長も手を回してくれるよね。伊豆の時だってほら、私たちには手を出さないようにって親衛隊の人たちに言ってくれてたわけだし。無理じゃねえ。っていうか、あのつば九郎夢がうちの学長の言うことなんざ聞くかっての。少なくともうちの学長は私らのことなんざ。高津のおばちゃんが大切にしてるのはさやかちゃんだけ。お姉さんたちのことなんか替えの利くパーツくらいにしか思ってないもんね。二人とも写しまだいける？つば九郎さんは強いよ。正直3人でかかっても勝てるかわからないけど、やろう。そうこなくちゃ。お姉さんたち面白いよ。あれを使うほどじゃないけど、少しだけ本気になってあげてもいいかも。それ以上は看過できませんね。誰？その子たちのお姉ちゃんズかな。そういうことです。ジーヌ、ミルヤさん。なるほど。まさか伊豆の続きですか？我が校の学長からは止められていますが、親衛隊の方が手を出してくるというのであれば、私たちは相手をさせていただきます。何それ、お姉さんたち群れすぎ。知ってるよ、知ってる。弱いから群れるんだ。はあ、つまんなくなっちゃった。弱い人たちを倒しても、私は。つまんない。帰る。助かった。どうなることかと思いました。ありがとう、コッキちゃん。ミホノちゃんとキヨカちゃんを守ってくれて。は？そんなんじゃねえっての。そう？それでもお姉ちゃんは嬉しいわ。とにかくみんな無事だったわけだしね。無事というには安心そうな気もしますが、大事に至らずに済んだことは良好です。とにかくまずは一刻も早くここを離れましょう。その上で皆さんに話したいこともありますので。赤羽島をまいているのが誰なのか、何のためなのか、それらを知るために東京へ向かいます。撒いているですか？今撒いているって言いましたよね。はい。赤羽島が荒玉の体内から発見される理由について、昨日匿名での密告があったと瀬戸内千恵さんに長船から連絡があったということです。行き先は東京の北の隅、赤羽という町です。そこで詳しい話をしてくださる方と会うため、我々調査隊が刀剣類管理局を代表して伺うことになりました。なんだかやっと調査隊らしいお仕事です。もう荒玉や親衛隊の人たちと戦わなくていいんですね。よかったね。はい。
その方はいきなり密告を、じゃなくて、話してくださる気になったんでしょうか？そうですね。私たちもそのあたりは気になったのですが、瀬戸内千恵さんと話し合った限りでは、おそらく、調査隊が結成されたことと関係があるのではないか、ということでした。でもミルヤさん、それってつまり、はい。別段秘密裏に行動していたわけではありませんが、それにしては反応が早すぎますね。刀剣類管理局の中にスパイがいるのか、それとも誰かが情報をリークしているのか。どちらにしろ、こちらの動きは筒抜けと思っていいでしょう。いえ、それどころか相手は、情報が筒抜けになっていることを、こちらに知らせる意図すらあるのかもしれません。警告ですか？もしかすると注意をしてくれているのかも。そうね、警告よりは注意が嬉しいわね。スパイとかノロを使う研究とか、そういうのはもうなしにしてほしいもの。ですよね。